はい、皆さんこんにちは。今日は重大発表があります。YouTube を始めて7年目。一度もここから抜け出したことがないんですけど、世界が物騒になってきました。ここらで一度、都市伝説、陰謀論、スピリチュアルというね、未知なる世界を愛する人たちで集まりませんか？ 2024 年11月2日、僕の誕生日の1日前、直木マン初のライブイベントを開催します。パチ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 。その名も、The Secret Show。そして会場が、有明アリーナになっています。1万2000人の規模、しかも完全に内容の違う昼夜2公演。アリーナぶっ飛んでるよね。都市伝説その規模でやっちゃっていいの？詳しくは早友さんのこちらの動画を見たらわかるんですけど、彼が持ち込んできた話で、結果的に一緒に開催することになりました。最初はもちろんビビり倒していたんですけど、そんな無理だよって。ただ、そろそろね、みんなで集まってもいい時期かもしれない。そうなったら直木マンションを本気出して前代未聞のとんでもないイベントを最高のメンバーで最高の演出で開催してやろうと今はかなり力を入れて準備しています。そもそも何をするのか。直木マンの知らない世界のようにたくさんの知識人たちを呼んでヤバいトークを繰り広げる体験型直木マンションになっています。というのも今回のライブ、配信はなし、コンプラもなし、来た人にしかね、楽しめないコンテンツになっています。総合演出には音響監督の瀬戸克之さんが入ってくれてて、彼ガチモノプロだからね、体験型というだけあって、照明レーザーがガーンと来て、映像もバカでかく映し出され、超音波でみんなの感覚を覚醒させる。もう聞いただけで前代未聞のヤバいライブだということが伝わると思います。そうなると、考えたくないんですけど、お金がたくさんかかってくる。今でも集めてる最中なので、スポンサーしてくれる方、こちらまで問い合わせください。そしてイベントに伴い、グッズも発売されます。今回かなりかっこよく仕上がっています。こちら。今回もミューズとのコラボで T シャツ、ロン T、パーカー、トート、タオル、キャップ、お守り、キーホルダー、缶バッジ、ステッカーと盛りだくさん。全部説明したいんですけど、それじゃあ時間がかかるから軽く説明すると、こちらの T シャツは From the New World 新世界より来年いろいろ起きると言われているけど、2025年をみんなで乗り越えて新世界を迎える。また新世界の思想を先取りしているみんなが着ることで、新世界からの視点を共有しているということにもなるので、これを着たら実質みんな未来人です。こちらは You are the Creator T シャツ。あなたは創造主。みんな一人一人はプレイヤーであり、主人公であり、創造主でもあるということ。これを着れば誰に頼ることもなく、自分自身で世界を切り開く自信が持てるかと思います。こちらのパーカーはちょっと皮肉が含まれていて、よくいろんなブランドが使う Hello my name is 私の名前はというネームタグをあえてくしゃくしゃと塗りつぶすことで、僕は私は誰々という固定観念をぶっ飛ばして、自分は何者でもなく何者でもあるというメッセージが込められています。他にもたくさんのグッズを展開しているので、ぜひ皆さん買ってください。っていうのも、こちらグッズの売り上げをね、ライブの演出に当てることができるので、売れれば売れるほど助かります。あとはシンプルに、今こういった世界ですよ。都市伝説、陰謀論、スピーチュアルとかね、この未知なる力を信じる人たちでね、この新しい世界、新しいムーブメントをね、作っていきたいので、ぜひ皆さん気になった方、チェックしてみてください。概要欄にリンク貼っておくので、ライブに来る方はもちろん、ライブに来ない方もオンラインで購入することができるので、本日から予約開始です。正直僕はライブイベントとかあまり興味がなかったんですけど、この混沌とした世界、何を信じていけばいいのか、何をすればいいのかもわからない世界で、より良い世界にしたい、ロマンある人たちで集まれる最高の一日にしたいと思っています。本気でこの世界を自信持って生き抜いて、未来を作っていきたいやつ、集まってください。今回のライブのチケットは本日から僕のオンラインサロンの方で先行販売するので、絶対にみたいな方は、約束はできないですけど、入った方がいいかもしれないです。一般販売は9月6日から行うので、ウェブサイトの方をチェックしておいてください。では皆さん、2025年直前2万4000人というとんでもないキャパをね、みんなでね、楽しみたいので、どうにかチケットの方よろしくお願いします。Dark skies pronounce your warning. Nowhere to run, nowhere to hide. Hold on, the floor is caving. Your walls turn into cages. Your refuse will be your demise. Dances with the devil. Your power isn't special. We don't fit on your
'cause we are the outlaws. はい、皆さんこんにちは。今日は直樹マンの知らない世界第2弾になっています。イェイ。早友さもう待ちすぎて、ねって言ってるじゃん。ん、どうすかいや今日のメンバーは。すごいメンバーですね。ちょっと緊張感がすごいですね。絶対にこのメンバーで飲みには行かないもんね。いかないですね。ね、全然ジャンルが違うというか。そうね。もうカオスな状態だけど、はいだからこそ何が生まれるのか分かんない。わかんないね。もうカメラ回る前から信じられない話がたくさんあったんで。飛び交ってますね。でも早速ゲスト紹介いきましょうか。行きましょ一人目のゲスト、箕輪康介さんではい、す。ゲント社の箕輪と申します。よろしくお願いします。お願いしますどうですか、箕輪さん、都市伝説とか陰謀論とかこういったのは。いや、都市伝説とかマジで持ってなくて、本当昨日とかになって焦り始めて。いや。言っちゃいけない話はいっぱい持ってるんですけど。もうそれが都市伝説です。でも言っちゃいけないからどうしようって思ってます。う。皆さんの YouTube 見てますけど、大体都市伝説ですよ。そういうのでいいんだ。僕らの目線からしたらね。そうね。そうでそういうのガンガン言ってもらえたら。言ってもらえたら。わかりました。よろしくお願いしま。お願いしますす。じゃあ2人目のゲスト。どうも木原誠二です。いやーよろしくお願いします。皆さんよろしくお願いします。せいじさんは結構都市伝説とか。俺都市伝説とかよりも友達から聞いたそのニッチな業界の話であるとか、現場でこんなことが起こってるよとか、せいじさんって直樹マンの YouTube 見てるんですか？確かに。見てます。すごい人気でしょ。大人気です。めっちゃ気に入る。本も見ましたよ。すごい。本当ですか？すごい。ありがとうございます。よろしくお願いいい化します。学反応があいい感じなのがちょっとよろしくお願いします。じゃあちょっと今日もなんか闇の帝王みたいな風格のムーの三上編集長。はい、日本一怪しい雑誌月刊ムーの三上です。よろしくお願いします。いや前回番外編で出てくださって反響がやばかったんです分かよ。ったね。三上さんが一番話があったのが元公安局員の人だったんだから2人でね。本当にムーなのかって。確かに。この間も元公安の外事課の人と飲んでて、なんかこうでしょみたいな話してて、なんで民間人がそんなこと知ってんねんっていうツッコミをしてもらって、改めて事実だからねみたいな。うわー、聞きたいじゃん。そんな三上さんが今日は誠司さんの前に座られてますからね。飲んだことありますか？おー、プライベートで下北沢。結構庶民的なところで。これといった特徴のないだから何の話すんだろうね。いや楽しみだね。楽しみですよろしくお願いします。 5人目は作家の佐藤光郎さん。よろしくお願いします。よろしくお願いします。光郎さんはどうですかね、こういったちょっと緊張感のある会話。昨日依頼があってよっしゃ行くぞって今気合い入れてきたんで。そうですね、ちょっと一人ね、あるスキャンダルでね、ちょっと。そうなんですよ。そうなんですね。なんかちょっと用事が行っちゃったみたいで、それで来られなくなっちゃった人がいるんですよ。はい。なんでちょっと代わりに。急遽すみません。すいません。急遽来ていただきましてお願いします。まあじゃあ知らない世界をね、はい僕がやってるのは哲理学といっておー物理学と哲学で知らない世界を説明していくというそういうジャンルなので、もう都市伝説はちょっと関係ないかもしれないですけども、全然できる限り説明していきますのでよろしくお願いします。よろしくお願いしお願いします。今日ちょっと最後、出た。ほぼメディアに出たことがない、僕のメディアしか出てくれない、音響監督の瀬戸和之さんです。瀬戸です。よろしくお願いしおま。願いしますす。どうですか、瀬戸さん、こういう会話。いやー、ジャンルがわかんないですよね。そりゃそうですよね。そうですね。実は瀬戸さんもとんでもない方ですからね。いやー、かなり科学とかそっち系の人間を開発する系の。そうですね。感覚をどういうふうに解放するのかみたいなことを周波数の視点からと、まあそれはだから電気であり音でありっていうところで、その普段の皆さんの感情とかをデータ化していくっていうのを20年ほどやってます。いやー、ちょっと楽しみですね。今日もちなみに浴びてもうチューニングしてるんで。いやどうなるんでしょう。いやちょっと。こんなに緊張感が走ってるの初めてですよ。いや、初めてですよ。ちょっとどうか皆さん今日ね、はいまい感じで、そうですねワイワイできればとお願いしますよろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあちょっと緊張感出すために、サイコロでね、話す順番を決めようかなと。誰かが話し始めればね、そうですね。きっと。一応、1、2、3、4、5、6って感じで。うん。はい。わかりましたじゃあ。ちょっと一発目緊張感ありますけど、はい。お願いします。お願いします。箕輪わあ、皆さん。箕輪さんだ、やったガーシーさん出していいですか？おー、ちょっと懐かしい。ガーシーさんは反社じゃないんですか？一番最初に、しょうがないそれ聞くんです。もはや反社の定義もよくわかんないですよね。いやだから一回どっかなんかパーティー、すみませんね話。いえいえ。パーティーっていうかなんかみんなで遊びに行った時に福岡の。うん。
言ってました、ガーシーさん。反射のやつが写真撮りに来て大変だったって。いや、俺はあっちにガーシーおるって聞いたからガーシーを反射や思ってるからいかんとこうと思って距離を取ってたんやけど、どうなんや。誰とでも仲良くする人ですよね。ちょっと確認 YouTube 的に確認しといた方がいいでしょ。確かに確かに。結局反射じゃないということですか。いや、どうなんすかね。まあグレーゾーンだ。話をするぐらいは OK グレーゾーン。話するのは自由でした。話は大丈夫。もちろん大丈夫です。ガーシーさん皆さんご存知だと思うんですけど、逮捕されて裁判受けて、で今執行猶予で、本人反省してて、悪いことしたから罰受けてるっていうとこは本人反省してるし、そういう事件だったってことなんですけど、逮捕劇がいきなりテレビでガーシー帰国とかってニュース速報が流れたと思うんですけど、その詳細ってあんまり広くは知られてなくて、僕が思ったのはやっぱ国家権力舐めると大変なことになるなって思って、何が起きたかっていうと、ガーシーさんが普通にドバイで、ドバイに逃げてたんですけど、ドバイで動画配信して逮捕状が出てって状況で、普通にいつも通りサンダル短パンでご飯食べに行こうってしてた時に、黒人に囲まれて車に乗ろうとしたところを引き剥がされて、殴る蹴る、されたと。ガーシーさんっていつも 3,4 人のグループでドバイでも動いてたんですけど、その 3,4 人も引き剥がされて、ガーシーさんはお前は誰だって言われて、ビザを出せって言われたんですけど、ビザ部屋にあるって言って、でもなんか身分分かるもん出せって言って、でもあっちもこいつだってなって、狙ってたやつと同じだっていうことで手錠して、車の荷台みたいなところに入れたと。取り巻きはまた引き剥がされて、でガーシーさんはそのまんま連れて行かれたんですけど、誰だって言っても警察だって言うんだけど、明らかに警察じゃないと。このバスケのなんかユニフォームみたいに着て、帽子逆さにかぶって、もうとんでもない爆音でヒップホップ聴きながらこうやってる絶対警察じゃない。いかにもはっきり言って日本でいうその半グレとかみたいな存在だなって。で引き剥がされた方は、じゃあビザ持ってこいって言われて、でビザガーシーさんの出したらそれ破られて捨てられた。でガーシーさんはそのまま多分殺されんだろうなって思ってて、できれば一撃で殺してほしいなとかってもう手に汗かきながら思ってたら、その砂漠の方に行って、そしたらなんか結構まともな建物に着いて、だからドバイのいわゆる王族みたいな格好あるじゃないですか、白の。そっち系の人が出てきて、あなたはもう日本にいられませんと。パスポートも使えないしビザもないと。いやでもビザあるって言っても、いやもうないって言われて、今すぐ空港に行けって言われて空港に送られて、空港で片道切符とハンバーガーだけ渡されて、それでもう帰れってなったんですね。飛行機乗って急遽帰国みたいになってですけど、ドバイの弁護士がなんでガーシーさん帰っちゃうんですかと言った時に、いやビザが切れてもういられないって言われたって言ったんですけど、その弁護士がよくよく調べてみると、ビザが切れてないと、アクティブだと、ある意味嘘をつかれて強制的に半グレみたいな人に殴られて帰らされて、結構アンオフィシャルな形で帰らされてて、でガーシーさんは逮捕ってなって、ここで思うのが、国際指名手配の人って結構いるんですよ。殺人犯とかもう日本に戻ってきたら死刑みたいな人結構いるのに、そこは過激に追いかけないのに、ガーシーさんだけ異常に警察が追いかけ回して、ある意味半グレみたいに使って、ビザが切れてるって嘘なのか何なのか使って返して、警察とか警察権力に影響力ある人を怒らすようなことしたら、もう何でもされるなって思った。国が裏でわかんないですけど、明らかに普通ではやらない対応をして、誰かしら本当に触っちゃいけない人を触ったんだなっていう。で向こうのハングルグループは別に金取ったりしたわけでもないしってことですよね。誰かに雇われて、日本政府がそんなに働きかけするって怖いじゃないですか。いやなかなか聞いたことないですよね。聞いたことない。しかもそんなやり方なんですね。オープンになってないんですけど、これオープンにしちゃっていいですか。なんか裁判では証言したらしいんです。あ、そうなんだからいいと思うんですけど、それも報道もされてないって言ってたし、だから俺ら知らないんだ、そんなことがあったことを。もう警察大好きって言い続けようかな。怒らしちゃいけない人物がやっぱいるんですね。検察、警察とか、検察は強いですよね。あとそこに影響力を持ってる企業人なのか政治家とか、その人たちが怒るようなことすると、普通では働かないレベルの力が働くこともあるのかなって思いましたよね。
平等やなんやとかってみんな言うけど、そんなもんは嘘で、民事で裁判して、民事でうまいこといかへんから刑事にしてみたいな、ちょっと段階を経て、時間何年もかけての裁判であれなんだけども、やっぱりこう書面でやり取りするので伝わらへんぞ、裁判官に、何を訴えてるのか。だからそれ見てくれたら、もう裁判官が、その担当の裁判官が来て見てくれたらもう一発でわかるから、見に来てくれ、自分の弁護士にお願いして、これ見に来てくれるというシステムはないのかと弁護士に言ったら、いや、こっついことお金払ったら来てくれますってだからお金で日本ってどうでもなるんやっていうのをつい先だって聞きましたよ。裁判官に直で金渡すんですか？いやいや、それわからないです。奥まではいかない。いや、行きそうじゃない？行くよ。俺も行くと思う。マジ？だから日本でそんな平等ないんですね。そうです言うて。そうです。法治国家じゃないんだ。じゃないねん、ほんまに。本当にそうなんですね。そうやね。不都合な現実はもう全部日本はほら隠すの好きやからさ。はい、ずーっと X とかで戦ってる人いてもやっぱ覆らないですもんね。確かに。さっきも言ってたけど、遊びに行った人おるやんか。はい、ここに座る予定だった人ですね。はい、本当はいる予定だった。じゃあ、まあ社会的に、まあ俺もあれそっちの道ではパイセンなのかな。そんなことよりも、あれをみんな世間的にいや言うてるけど、日テレの24時間テレビの募金使い込んでることの方がよっぽど問題だと思う。間違いない。あれだって募金した人が詐欺や騙された言うて被害届出したら日テレぶっ飛ぶでしょ。組織犯罪やから。でもなんか出てこないじゃないですか。だから一切触れへんやんか。あれはなんでなんですか？触れようとすると潰されるみたいなことなんですか？それともみんな騙されちゃってるんですかね？いや、だから報じる側が、メディアがやっちゃったミスはメディアは言わないから、さらーっとしたニュースにして、はい次って感じですよね。そんなもんです。ここが最初です。ここで言いましょう。だからテレビ新聞の不祥事は出にくいっすよ。出ないっすね。読売新聞なんか発行部数ずっと嘘ついてるわけでしょ。そうなんですか？そういう常識です。どれぐらいの販売店によっては倍以上。買い取って捨ててるってことですか？そうです。星紙ってやつです。聞いたことあります。おー。 YouTube でいう視聴回数買ってるみたいな感じ。そうです。自分で再生して。そうじゃないと広告費が下がるんで。発行部数少ないところに誰も広告出さへんから。業界の慣習なんです。16万部だったら20万部って言っていいよねとか、今の時代的にはずれてるんだけど、もう慣習だから続いてて、これ冷静に広告主が嘘ついてるじゃないですか、詐欺ですよねって言ったらどうなるのかなとは思いますよね。どないなっとんねん日本。いや、おかしいです。これ肌感覚でいいんですけど、お二人から見ててネットができて YouTube とかニコ生っていうのが発展したことによって昔よりは出てますか？その隠してたことというか騙してたことって。だから絶対に言わないし、一般の人が知らない話をこの誠司さんとか僕とか失うものない人が YouTube で喋る。いや失うも一緒にされない一緒でこうニコイチですよね今日は。喋るようになってやっと問題が明るみになり始めてますけど、昔だったらこんなこと言ったらマジ潰されてましたからね。怖っ。今 YouTube で言っちゃえば逆になんか変なことしてきたらそれも言っちゃうんで。強いな。いや、皆さんありがとうございます。すごい。ちょっとしょっぱなから箕輪さんだったのか誠司さんだったのかよくわかんない。いや、誠司さんありがとうございます。助かります。でもこういうことですよね。そう、こういうことです。めっちゃ面白いです。本当自由に気になったら質問してください。どんどん。やっぱ親和性があるとどんどん広がるよね。お二最高人とかみたいに。いや、いきます。サオ水産。誠司さんだ。これじゃあ権力者の話でいくと、これある国海外の話なんですけど、これも皆さんも絶対普段コンビニ行って、まあ歩いててもかな、目にするある飲み物の会社の、外国でそれは製造されてて、そこの一族が作ってる、その人のお孫さんが交通事故を起こして、でもそのままずーっと走ってたもんやから、血がね道についてて、その大豪邸の車庫まで血が続がってて、警察もなんぼなんでもそれはもう分かると、どうしようもないと、もうみんな見てるから全部繋がってるんですか？全部繋がってるから、そんな血流して逮捕させてください言って、逮捕させてください。逮捕させていただいてさせていただいてよろしいでしょうか、どうしようもないのでさせていただいてよろしいですか言って、それがねすごい早いスパンで、次の日の朝かなんか警察来て、その夕方かなんかにその被害者の方のご家族が記者会見を開いて、何もなかったっていう。
っていうことをその国ではほんまにオンエアされたっていう。一体いくらぐらいのお金でその一族の人生を買ったんだろうっていう。それネットができる前の話ですか？結構最近の話ですか？まだ全然そういう地でこんなんやでとかそういう時代ではない。なんか最初の2つの話聞いてると、金があればどうでもなる。そうなっちゃいますよね。だから子供たちにみんな金持ちになれって育てなあかんねん。隠蔽しろと。隠蔽しろ。確かに俺らが今隠蔽して進めてる。正義を作ってる人はやっぱ金持ちですからね。そうですよね。そうなんよ。価値観作ってますもんね。そうやね。例えばですけど、僕も貧乏育ちなんて思うのが、ある程度お金稼げるようになっても、マジの金持ち見てると結局一族があることが結構多いなって思うんですけど、叩き上げでそっち行くことって可能なんですかね？なかなか難しいと思いますね。でも税金払ってたらそもそも金持ちにならんじすごいこと言ってる。何ですか？税金払ってたら金持ちにならない。相続税っていうものは、ね、相続する側が払うじゃん。外国違うシステムあったりしますからね。どういうことですか？だから相続させる側が払うとか、そういうシステムをうまく組み合わせると払わないで済むっていうシステムでいいよ。税金払ってる時点でダメでしょ。俺らダメだったんだね。99% の国民がね。ねえ、日本でもいるんですか？税金。何言ってんの。もう都銀でシステム障害だった。またあそことかなったんですよ。それあかんね。それは。これやばいやつですよ。やばいやつ。これやばい話だ。で、システムがそんなにシャットダウンというかする？確かに。イレギュラーだよね。まあ、とある某銀行関係者から聞いた話、あくまでも都市伝説、噂ね、これね、まあ、ちょっと相続におそらく関係するだろう。とんでもない額の金が動いてる。停止じゃなくて、それが原因でシステムシステム壊すぐらいの大金が動いたんですか？どれぐらいですよ。いわゆるドス攻撃みたいな。わかります。単位は億じゃないんだよ。超でもないんだよ。K？そのぐらいの金がドーンと動くのよ。そうすると銀行にそもそも入らない。でも入るのをご利用する。そうすると、そのぐらいの単位になると、1分1秒の利子っていうのがとんでもない。そうか。K なんて言ったら。銀行のその処理システムってその金利をやってるわけだよ。預かったりなんかしたら金利発生中。すみません、どこの編集長でしたっけ？無です。そうムーだっていうことだけ。毎回変わるから。そう、三上さん最後にムーだって言っとかないと怖いから。無です。ムーですよね。そう。本当物理なんだなと思ったのが、YouTube の MCN っていう YouTuber の人に渡す特権みたいな、いろんなところにマネジメント会社だね。拡散しますよみたいな、これはもらえるところともらえてないところがあって、でもらえるところはバンされにくいし、広告も広がりやすいっていう特徴がある。入ってます。ね。で、ここのもらってる人ともらってない人の差が結構激しかったんですけど、最近あんま差がなくなったらしいんですよ。ごめんなさい、YouTube Japan の人に聞いたのが、ロシアで何百万っていうインフルエンサーを抱えてた会社があって、そこがもらえなかったらしいんですよ、MCA の。で、一発バンされたインフルエンサーが現れて、100万人以上登録者いて、で社長がなんでだと言ったら、いやあなた MCA 持ってないですよねって言って、いやうちこんなにめちゃくちゃちゃんとやってんのに、なんでお前ら交渉しても渡さないじゃないかって言って、いやあなたたちのその会社の状態が良くないんでって言って一向に渡さない。なんでかって言ってやっぱお国柄なんですよ。 Google がアメリカの会社なんで、あんまり渡したくないと言った時に、このインフルエンサー抱えてるところの社長がロシアの YouTube の社員ほとんど銃殺したんですよ。ほぼ。これ事実？そうで、全然出てないでしょ。で、なんで出てないかっていうと、ウクライナ兵がやったってことになる。うわ、そういうやり方。すごい話。これ出しちゃうと会社の印象が悪くなっちゃうから、出せないから絶対世の中には社長がやったってことは出てこないんだけれども、超最近起きた出来事ですっていうのを言って、だから結局それで話戻るけど、それがあったから境目があんまなくなった。MCN の持ってようが持ってなかろうが、あんまり YouTube においてその覇権の取れる差がなくなったから、結局物理で物をロシア敵にしてんじゃん。今ちょっとだからやばくない今。あれです俺は今オンエア上一言も喋ってないからだからんで、もうちょっとなんかね、使える話をしますね。使わないな。使える話で言うと、直木マン出演してからハッキングされましたよ、うち。自宅。ネット回線が2日後、繋がらなくなりましたね。嫌だな、出んの。それで僕も直木マン出てからちょやめてみんな。出れなくなるから。確かに。家の一回いや、それはマークされてるに決まってんじゃん。僕マークされてます。もちろん。嫌だよ。いやあなた
もマークされてますよ。十分マークされてます。みんな全部編集担当してるし。公安がつくってこと？今でもだから最新は10ギガじゃないですか。でちょっと実験で新しいルーターで僕も後で話そうかなと思ったんですけど、Wi-Fi がどんどん速くなってるんですよ。それの実験でカスタムで入れてたんですけど、どれぐらい早いんですか10ギガとりあえずは対応で Wi-Fi7 ですね。爆速なんですよ、家行くと。それなんで入ってるんですか？それ借りたいわ。いやちょっとテストではい対応できてるパソコンがないんですよ、まだ。そうですね。これからどんどんとそのデバイスの方がアップデートするんですけど、それがハッキングされたんですか？ルーターハッキングされましたね。それはおそらく僕の番組とか。多分またこれと怖いなって今ちょっと。いや、もうカットします。中国共産党に話したことだと思いますけど。超音波とかそういった技術が中国では兵器で使われそうになってるっていう話で断ったっていう話をしたんですよ。やばいしちょっとやばい人なんですよ。やばい。あれ言っちゃう？お願いします。お願いします。僕クリエイティブでスタジオを設けてるんで、海外から結構いろんな方が行き来するんですよ。でこういった話って海外もなかなかあって、入っちゃいけないサイトの URL とか教えてくれるんですよ。でちょうどうちのスタジオでもう数年前にそういう話になって、やってみようよって僕のパソコンを使ってパパパっていうそのキーワードを反転させると国防省の中に入れるっていうアクセスが。しかもそれをやってくれた方がP 入れますけど、そのがフリーメイソンとつながってる。それでやられて、次の日もう同じ現象でインターネットをダウンして、でそれはまあいいんですけど、ピンポンピンポンそうになってて、でモニターでスタジオ撮ったら魚眼レンズみたいな感じでおばあちゃんがこんな感じで、物理じゃん。器具の花いりませんか？そんなことある？いやいや、初めて聞いたけど。お盆でも何でもないし、そんなことある？物理すぎる。怖すぎて、いや大丈夫ですと、いやうち特にいらないんでという話で話してると離れるんで帰られたんですね。そして帰られる時にうち階段なんですけどスタジオが、そこにもなんかよくカートで運ぶ器具みたいなものがブワーッと入ってて、これ何をセールしてんのやろうと思って、帰られた後ゆっくりドア開けて見てたんですけど、うちだけに持ってきてたんですよ。でそれ終わってからインターネットが回復するって意味のわからん。何だったんですか？その推測で言うと。いやわかんない。聞くが何なんだ、どういうメッセージなのかわかんないですけど。なんか三上さんわかりますかこれ？そんな言葉。葬式ですよ。そうですよね。やっぱそうなんや。脅しってことですよね。皆さんおばあさん気をつけてください。おばあさん怖いんですか？おばあさんやばいですから。僕が一発目の文春砲を食らった時に、どう考えても写真撮られる場所がない。2時過ぎというちょっと変わった時間に飯食おう書いて女の子でカウンターだけの寿司屋にガラガラいない。カウンター席の真後ろに一組だけばあさん3人組がそいつらやね。だからばあさんはほんま信用したらあかんねん。そうでもマジで誰かのスパイやったりするからバーバーは。本社裏のバリアンの前にやたらばあさんいますよね。でももういますよね。バーやばい。吉本の。そうバリアンリゾートってよく我々が使ってるラブホテルっていうか、普通のホテルがあるんだけど、おばあさんがめっちゃいんの。貼ってんだ。貼ってんの。ババアやね。多分ホテルとかにいると斡旋とかしてる人って大体ばあさん。あ、そうなんすか。日本はあれかもしれない。韓国のホテルなんか大体ねロビーとかでいるおばあさん。そうなんですよ。そこに話つけてこれ全然違う話だけど、日本の離島行って離島ってほら人少ないじゃないですか。あと博物館って資料館みたいなとこ行ったら当時のおばさんがいるわけですよ。こうやっておばさんをどうもで取材して、その日終わってスナック行ったらそのママさんなの。だから掃除のおばさんって全部聞いて知ってんのよ。そこのスナックに全ての情報が集まるわけですよ。ババアはやばいよ。実はババアが動かしてんだ。ババアが動かしたんです。流行りは女子高生が作って世の中の仕組みはババア。女性の力が偉大なんだ。女性の力はね。いやー、まさかね、おばあさんからこんなそうですね。瀬戸さんが玄関開けてたらどうなってたんだろう。いやー、後で考えると怖かったですけど。まあ脅しでしょ。ねえ。これは僕ある政治記者の方から聞いたんやけど、北朝鮮になるけどは皆さんのこと全部確認してるんですね。もう日本のそうやって、影響力があるであろう人間、そういう立場の人間は全員分かってんねんて。で一番恐ろしいのは日本ではあんまりニュースにならへんけど、世界で一番優秀なハッカーは実は北朝鮮の人やっていうね。日本はほら北朝鮮は
ちょっと遅れてるとかなんかそんなはいイメージはネット関係に関してはもうすごく優秀で、そういうのもこういろいろこう世界基準というかこう組合みたいなのもあるやん、だからそういうのでこうネット大会ある大会がなくなった理由はもうずっと北朝鮮の人がワンツースリーワンツースリーワンツースリーが何年か続いたからもうやめましたっていうのを聞いたことがある。それ幼少期から訓練してるってことなんですかね。それ専用人間作ってるやんな。そういうことですね、国内じゃなくて海外、例そういうえばロシアだとかそういういろんな、だって外交ね、付き合ってる国いっぱいあるんだ。そうだから勘違いな、北朝鮮って本当は普通に付き合ってる国たくさんあるんですよね。日本アメリカだってそうでしょ。普通にだから北朝鮮で取れる資源を取り、ヨーロッパの方とかの国は全然普通に入ってるから。報道の仕方ねいきます。はい。お、4番。三上。もう言っちゃったけど、なんか。三上さんいっぱいあるじゃないですか。言っちゃったところかもう無限にあるでしょ。無限にあるから。サイコロすごい。すごい。それが怖いです。どんな仕組みなの？この順番で。なんかでもずっと地球の話だから宇宙の話とかね、ちょっと三上さんから聞きじゃあたいけど。なんかもうみんな聞きたがってる。どうしてもやっぱ聞いてくるんですよ。25年の話を未だに。まあ地震とかそういったなんかあれなんなん？俺全然知らないけど。みんな25年問題かとか。これは漫画家の辰木亮さんっていう方がいて、それもおばあちゃんや。やっぱり日本を動かしてる。おばあちゃんですよ。おばあちゃん。書いた時にはまだそんなおばあちゃんじゃなかったです。なんで言い始めたらもう。もともとのその単行本っていうのは1999年に出て、本人が霊能者で、夢で未来をこう知ると。それをなんかテレビで見たことがあります。はい。津波の夢っていうのは311だったんですかっていう、問いというか。でもその夢で見た時みんな夏服だったの。だから311ではない。もっとすごい津波が来るんだ。で、2、3年前に改めて夢を見て、で、日付が分かったと。それが2025年7月5日なんです。それが、全ての元ですね。あと2025年って意外にこう知られてないんですけど、昭和100年。100年問題。100年になってて、昔の日本のパソコンって今みたいにアプリケーション入れたりとか OS とかってなくて、もうハードと一体化してるわけですね。これを本来パソコンと言ってて売ってたんですよね。で、80年代とかっていうのは日本って結構その辺進んでて、その時に作ってたシステムっていうのは昭和でカレンダーがあってカウントしてて、2000年問題ってありましたね。2000年問題っていうのは1999年からね、2000年になった時に下2桁だけだから、2000年になった時1900年に戻ったと。違う。でも昭和の場合、100年になって昭和0年ってないんですよ。そっか。昭和1年スタートなんですね。1年から。そんなの誰も考えてない時代で、絶対バグるである。バグった時にどうなるのかってわからないわけですよ。シミュレーションしてないから。ひょっとしたら、これね、すでにバグった事例があるんじゃないか。特にソ連時代っていうのは本当にいろんな機密で、もし外国の勢力が乗っ取ったらば、自爆させるっていうシステムが組み込まれてる。だから下手にバグったらば自爆する。これチェルノブイリがそうなんじゃないかという噂がある。あれは単なるヒューマンエラーだったんですな。で、バグった結果、自爆装置が働いてあんな惨事になったんだよ。当時のソ連っていうのはもう考え方がもう一般人のあれじゃないから、もしなんか乗っ取られるぐらいだったら全部もう巻き添えにしまいぐらいなんだ。で、それがまだね、残ってんじゃないかって話なの。ウクライナに。だから、今回のウクライナ侵攻で真っ先に原発行ってるんですよ。行ったで、そのシステムなんか回収かなんかでやってんじゃないかっていう噂がどうもなんかすごい騒がれてね、なんでいきなりそんなところって言われたけど、でもそれは事情があったんですね。だからそれのシステムまだ入れてるところってで、しかもまだ動かしてるところだから来年その00大晦日からね正月になった時にちょっとやばいんじゃないの25年問題とかですごいシンプルに気になるのが、例えばさっき皆さんがおっしゃってたようなものすごい資産家金持ちの人とかっていうのはある意味で情報が絶対早く入ってくるわけじゃないですか、だってそんな災害とかが起こるっていうのが僕らみたいな一般人に降りてくるってことは絶対先には分かってると思うんですよ、本当に起こるとしたら、でも避難しないどころか結構27年とか30年に向けて結構事業投資とかするじゃないですか、開発してるよね。開発したりとかっていうのは
逆に言うと起こらない可能性の方が高いってことなんですかね。そのクラスになるとクラッシュした方が儲かるみたいなさ。あ、なんかそんな本ありましたね。ああとその2000年問題の時にも結局詐欺師はめちゃくちゃ儲けとったけどな。あ、それまでの間に。あのパソコンが2000年問題に耐えるようになんかやったるとか言って、どうでもいい空っぽのフロッピーディスクやね CD を売ってこれダウンロードしといたら言って、それがもうごっつアホみたいな値段で結構な大企業も買わされとったよね。へえ。三上さんにちょっと聞きたかったんですけど、ホットなもので言うとトランプの暗殺ってあれ、知りたい。あれはだってどう考えてもねえ、打ってくださいでしょ。やっぱそうですよね。はめられたってことですよね。あれは他のところで言ってるけど、ビクトリア・ヌーランド、あ、ヌーランドね。まさにネオコンのコンビで、はい、ご存知の通りウクライナの政変テンプル全部やった、このおばちゃんが YouTube で言ってたんですよね。トランプの再選は絶対にないから、数日以内にサプライズがあるわよって言ってたんで、まさにこれ、もしこれが暗殺が成立してたならば、あ、このことだったのみたいな。でもあんな奇跡あります？すごく。だからそれがすあれすごいですよ。いや、あれ俺ほんまそんな奇跡ある？あん耳めちゃくちゃ運強いやん。映画でもないっすよね。すごすぎる。耳ちょっとピュッてこうね、でまたそのイルミナティカードにそっくりなねトランプの顔があって、ここにね赤いラインが入ってるんですよ、右の方に。たまたまやろ。でそこのこのイルミナティカードのこの英語の文言がまたすごくて、Anytime, any place, a sniper's drop you。スナイパーいつでもどこも狙ってるぞみたいな。まあこれからも狙われますよね。まあで実は Google は 6.7 割ぐらい夢録画できます。これ全部幻想。じゃあ不倫しても殺人してもしょうがないってことですか？そう、この問題になるとまたちょっと難しいんだけど、俺じゃないもんって何も言えないから抗えないですよ。そうなんだ。言えないでしょ。僕言おうと思っちゃったんですけど、結構危ないですね。